それでは時間になりましたので開始させていただきます。本日はお忙しい中、第59回ベネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示ダムタイプ2022報告会をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。国際交流基金美術チームの島根と申します。本配信は東京都の新型コロナウイルス、感染症対策の基本方針にのっとり、手指の消毒、こまめな換気、飛沫防止を徹底しお届けいたします。まずはじめに当基金理事の塚よりご挨拶申し上げます。皆さんお忙しい中、本日は第59回ベネツィア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示ダムタイプ2022の報告会をご視聴いただき誠にありがとうございます。国際交流基金理事の塚と申します。国際交流基金では4月23日よりベネツィア・ビエンナーレ日本館の展示といたしましてダムタイプ2022を開催しております。5月の末までに10万人近い方々が日本館に来館してくださっています。今回のベネツィア・ビエンナーレでは80カ国が参加し、コロナ以前と同じようなにぎわいを取り戻しているというふうに聞いております。今回の展示作品は日本館から着想を得たダムタイプが新たに制作したインスタレーションです。日本館の建物としての特徴を生かしながら高度なテクノロジーをもって作家の問題意識を巧みに表現した作品はダムタイプならではのものというふうに思っております。本日の報告会ではダムタイプのメンバーの皆様、それからモデレーターには東京都現代美術館の学芸員森山さんにお務めいただいています。短い時間ではありますけれども、ぜひ皆様報告会をお楽しみいただければと思っております。最後になりますが、今回の展示には石橋財団の多大なご協力を得ております。来年にはアーティゾン美術館で本展の帰国展が開催される予定となっておりますので、ぜひ皆様もそちらにお運びいただければと思っております。それでは報告会をお楽しみいただければと思います。それでは本日の登壇者をご紹介させていただきます。今回の日本館展示の出品作家であるダムタイプから高谷史郎さん、古舘健さん、浜聡さんにお越しいただきました。またモデレーターとして東京都現代美術館学芸員の森山智恵さんにご協力をいただいております。本日の報告会の最後のところでは皆様からのご質問にお答えする時間を設けさせていただきたいと思います。ご質問のある方はどうぞ YouTube のチャット機能を利用して書き込んでいただけましたら幸いです。時間的にすべてのご質問にお答えできない可能性もありますのであらかじめご了承ください。それではここからはモデレーターの森山さんにバトンタッチしたいと思います。森山さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介いただきました東京都現代美術館の森山と申します。よろしくお願いいたします。本日はご覧の皆さんと一緒に私自身本当にまだ拝見できてないんですけれど楽しみな展示まるで現地に行ったかのような気持ちになれる作家本人から展示の様子を作品の様子とともにお聞きできる貴重な機会です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれどもまずはお帰りなさいですよね本当に展示お疲れ様でした。オープンおめでとうございます。最後にリアルでお会いしたのは個展で東京都現代美術館の個展でお世話になったのが2019年秋からですから2020年のバレンタインぐらいですね。その後本当に私たち大きな流れに巻き込まれた、コロナの大きな流れ逃げ切ったって感じで、その後北京の坂本龍一さんの展示2020完成されて配信されて、そして個展の最後ぐらいにはもう幸いベネチア代表になられるっていうのを私たち知ってなりましたけれど、で1年延期があったけれど今回実現したと。本当にかけがえのない展示空間が成立したと思いますので、ぜひご紹介いただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。本当に、今回今説明していただいたように、19年に東京都現代美術館でダムタイプの展覧会をして、でその最後、終わった直後ぐらいからコロナの、なんていうのかな、こうそういうなんていうか、世の中がそういう世界に突入して、思っても見ない感じですね。で、はい、その時にちょうど2020っていうパフォーマンスをダムタイプは企画していて、それは実際その観客を入れての公演ができなくて、でそのその時に、できたものを記録して、その記録を配信してもらうとか、そういう形でお客さんには見てもらえたんですけども、なんていうのかな、その東京都現代美術館で展覧会をしてた時には本当に想像もしてなかった世界に入っていったっていう感じですね。でその後、今回の展示は、直前にまた戦争が起こって、なんていうのかな、もう輪をかけてまだそのコロナからも脱出しきってないところにそういうものがかぶってきて、でなんていうのかな、こう世の中の変化が急速すぎて、その自分たちがその作ってるものがその、コロナで公演ができなかったその2020っていう作品もそうなんですけども、作ってる時はそんなことを全然考えてなくて作ってたのが、発表の時にはそういうものと引っかかっていくと。でその後、次は、ビエンナーレの展覧会の時にも、作ってる時にはコロナで大変で下見も行けなかったんだけども、そのつながりから今度は戦争に入って、その戦争な状態の中での展覧会っていうのはどういうことなんだろう、どういう作品がそのなんていうのかな、こう見に来た人にこう心に響くのかなとか、自分たちでどういうものが見たいのかなっていうのが、その直前までなんとなくこうそわそわしてるというかな、なんか決めきれないような状態での展覧会に入ったっていう感じですね。なのでその準備に関わってくださった人たち、国際交流基金の人もそうですし、その現地のスタッフの方たちも本当に大変だったと思うんです。なんていうのかな、こう人を呼ぶとか、そういう移動するとかっていうことにすごくエネルギーのかかる時代に入ったので、そのことを本当に実現してくださった人たちに本当に感謝しています。はい、であんまりその作品のことを、説明しないとわからないんですけども、まずは、ビデオを見てもらうのがいいかなと思ってます。でビデオを見てもらって、その後ちょっと、補足的に口で説明するのがいいかと思っています。非常に楽しみですね。やっぱり空間を共有するっていうことはなかなか得難い作品体験ですから。では、ビデオを見てもらおうかな。
What is geography? What is the earth? What is the shape of the earth? Of what is the earth composed? What is a continent? How many continents are there? On which continent do we live? What is an ocean? How many oceans are there? When you look at the rising sun, what ocean is before you? Which is the largest island in the world? How many countries are there? How are they divided? What country furthest north? What country furthest south?
はい、こういう作品が今展示されていて、はい、いえいえ、記録映像の美しさにありがとうございます申し上げず映像を拝見いたしました。はい、少しずつ作品について教はい、えていただけたらと思います。ですね、この作品は最初に、まず音、メンバーとしては今回、ダムタイプのその東京都現代美術館でやった展覧会の時からのちょっと前から加わっている新しいそのプログラマーっていうかな、そういうダムタイプのもともといた人じゃなくて新しくダムタイプに入ってきたメンバーたちと一緒に作るっていうのと、あとそれに加えて坂本龍一さんに入ってもらって、音っていうか、音だけじゃないんですけども、そのコンセプトの部分でも一緒に何か、作れないかということをその2019年にその坂本さんに相談して出てもら一緒に作ろうっていうことになったので、個展にも来てくださいましたね。はい、でその今聴いてもらったサウンドトラックっていうのはほぼ1時間分坂本さんが、いろんなやり取りの中から出てきたことをバッとまとめて一つのなんていうのかな、シークエンスに組み立ててくださって、それをいろんな使い方が、今回の作品ね8つのメインのスピーカーと4つの超指向性スピーカー、と、東西南北にね、はい、ごめんなさい、日本館の4つのそうです。こうでいいのか、スピーカーが配置されている、はい、図面がこれで自体がいつも本当に作品としていやそんなことはないんですけどもこれが、日本館の図面なんですけども、図面館を見ながら、まず考えたのがこの建物にぴったりで、何が自分たちがやりたくてっていうことをどうここの空間に重ね合わせていけるかっていうことを考えた時に、まず最初にここにねその穴があるんですね。で光の井戸っていうことらしいんですけども、吉坂隆正さんのコンセプト、で、天井には光取りの窓があって、もともとはオリジナルではそこはガラスも入ってなくて、雨が降ったら雨がそのまま入ってきて、そのまま筒抜けていくという空間だったっていう話を、その話自身を聞いたのは後からなんですけども、図面を見た時に本当に変わった建物だなと思ったんですね。なんか毎年毎回大変な思いをするアーティストがいらっしゃる。なんていうのかな、こう普通に建物を考えて建てたというよりは、僕がパッと図面を見た時に思ったのは、その短い高速道路を4つ重ねたような、互い違いこう横から見ると断面図で見ると分かりやすいんですけども、短い高速道路が4つ組み合わさったような、回転しながら、回転しながら、なのでこの非常に大きな柱がこの会場の中に出てきていて、でそれと、今回、東西南北地球っていうものを、テキスト使ってるテキストは、1580年代のアメリカのジオグラフィーの1850年代の幕末ぐらいですね。そうですね、ジオグラフの、教科書から取ってきたテキストを使ってるんですけども、それはなぜそれを使ってるかっていうと、当時その地球っていうものを外から見たことがない、その平面上地球っていう球の表面に住んでいるちっちゃな人間がその地球っていうものをどう捉えるかっていうことをその本に書いてあるんだなと思ったんですね。すごくメタ的な記述ですよね。質問を一つ一つ見ましたけど、すごく心に響くメタ的な問いかけ。そうなんですよ。なんか、パッとそのアメリカだと思って聞くとすごく単純な、なんていうのかな、アメリカっていう国をどういうふうに捉えるのかみたいな話も見えるんですけど、当時そうですね、ゴールドラッシュの頃ですね、フロンティアですね。そういうものを取っ払って、その質問だけを聞いてみると、地球っていうものについて考えてるみたいなふうに捉えて、
捉えれるなと思ったんです、ね。トポグラフィカルな感じですね。これは今その質問をされ地球って何ですかって聞かれるっていうのは、確かに今でもどう答えていいかいくつの国にどういうふうに分けたんですかとかっていう質問も、そういうものも今まさに何て言うのかな、改めて問い直すべきことなのかなというふうに思ったんですね。でこのテキスト自身は2020っていうダムタイプのさっきちょっと話したパフォーマンス、京都でまずワークインプログレスとして公開されましたね。それでそのパフォーマンスでパフォーマーの一人の平優子さんが持ってきたっていうか見つけてきたテキストで、そういうつながりだったんですね。はい。でこの作品の中で、舞台のど真ん中に真四角の穴を作ったんですね。でこれは、日本館とかそんなことは全然考えてない時に、本当ですか？はい、このアイデアが出てきていて、完全ななんていうかな、使い出のないものが舞台の真ん中にある、使えない部分が舞台の真ん中にあるというものを作りたいねということで、その時は2020ってオリンピックの年じゃないですか。だからなんか日本っていうのはオリンピックの方向に向かってずっと突き進んでるような感じだったけど、でも実は2020年というのはみんなにあって、でそれぞれの人がそれぞれの2020を考えないといけないのに、なんだかスタックして重要な部分が手をつけれない状態で置かれてるような気が、なんかサスペンドされてるような気がしたんですよね。中心の喪失みたいな感じですかね。でも中心にボイドがあるっていうのは、これは初めてではなかったですよね。そうですね。ボヤージュもそうだと思い、それで絶対この構造を見た時にもう価値だなって、でためにある空間だな。でこの図面を見た時に真ん中に穴があって、じゃあこれそのままコンセプト的にはボイドとして使える、でもじゃあ実際に作品としてインスタレーションとしてどういうふうに使うかっていう話をしていて、なんか意外と難しくて、なんか水を張るとかね、いろんなアイデアがバーッと出たんですけども、でそういうアイデアをみんなで話している中で、最終的にはここにハーフミラーって出てなかったかな、なんかガラスをはめようと、だから落ちてはいけないし、でも空間としてキープしないといけないと。でそこをハーフミラーのガラスで囲うと、一回光の緯度っていうところが面白いなと思ったのは、一回光が入ってハーフミラーなので明るい方から暗い方には行くんだけど、明るい方から暗い方には行かなくて、一回入った光が中から出てこれなくなるんだなと思ったんですよね。そうですね、なので方向性があって、そうなんです、方向性があって、空間の中から外は見れるけども外から中は見れないっていう、なんかそれがそうなんです、そういう空間を真ん中に持ってくれば、まずボイドとしてその空間をキープできるんじゃないかと。で東西南北の軸の、4つのコーナーに先ほどちょっと見てもらったそのレーザーの、プロジェクターを、設置して、ここなんですけども、これが、レーザーのプロジェクターっていうかな、鏡が回ってるだけなんですけども、それに5本のレーザーを4コーナーで当てていて、5本あるから5列5行になって、そうです、で、同じ鏡に、LED の、パラレルっていうかな、平行光に近い疑似平行光のライトを当てて、それが白い、ラインになってたんですけども、それで交互に訪れるんですね。これ坂本龍一さんとのコラボレーションの作品で過去に、いやじゃなくてね、このレーザーの作品っていうのは古舘君といつだったかな、なんか僕個人名義で作ってた作品の中で、一度作ってるんですね。でそれを坂本さんとコラボレーションした2000何年でしたかね、あれミュージック展、10年前ですね。10年前の展覧会で、それを使ってテキストを投影するっていうのをやったんですけども、もともとはそうだったんですね。そうなんですよ、それをブラッシュアップして、今回使えないかと、なのでこのコーナーに
ここからレーザーが当たってここからここまで1台で、カバーしてる。カバーしてるんですね。で、こちらから LED が当たってこれも全く一緒に。なので、この四隅に囲われた違うなこの黄色いエリアっていうのは、一つのそのボイドっていうかな、そのレーザーの当たらない部分なんですね。そういう見えない構造になってるんですね。見えない構造でいうと、でこのしかもちょっとこう角度が回転してますね。そうですね、それは本当に東西南北をここに当てはめて、この四角がここの柱に内接するように取ったっていう。でこの6っていうところに超指向性スピーカーがあって、それぞれの言葉声であるとか、坂本さんがねいろんなニューヨークのスタジオの人であるとか、フィールドレコーディング、フィールドレコーディングもなんですけども、言葉を、録音してくださったんですね。でデビッド・シルビアンさんとかに頼んでいただいて、そういう声が、耳元で聞こえる。でささやきとしてすごく聞こえましたね。なので今ビデオで見てもらったのは本当にフラットにもう録音しちゃってるんですけども、会場では本当にたまたまそこにいればその声が聞こえるしみたいな状態の作品なんですね。世界中のその友人たちに依頼して録音された。そうですね。それはね、ビデオの最後の方で流れていたモールス信号みたいなパートがあると思うんですけども、あれは言葉自身をモールス信号のように区切っていって、声とモールス信号とコンバートしていってるシーンで、そこで映像的にはその逆が行われてるんですね。言葉の時はモールス信号のように出ていて、それが、モールス信号になると言葉になって出てるっていうような状態になってるんですけど、そのコンバートする時間軸の中で、それはねなんかそのコロナ以降の世界の中でリミナルな空間っていうかな、こう人のいない、空間っていうものがやっぱりというかな、すごく目にするようになって、それが気になっていたので、ネット上でもすごくねいろんな人が写真や作品を CG の人もいますね、投稿したり、もともとはすごく無国籍なあり方っていうので、ダムタイプの映像やステージが持っていた魅力のようなものが集会違って今すごくブームになってる感じがしますね。境界線上にあるみたいな。そうですね。そうです。境界線上にあるそういう空間っていうものっていうのは、なんていうのかな、こう今どういうふうに扱われるべきなのかっていうかな、インターネットの中とかネットワークの中でいろんな人とやり取りはできるけども、バーチャルな世界ではこう環境であるとかそういうやり取りみたいなことはできるんだけども、実際の現実世界はそのリミナルな人のいない世界の中で人の気配を感じるような世界になってきているなっていう、なんていうか、ダムタイプの場合は本当にいつも作品の中でこういうことをしたいとかっていうような作品、こういう表現をしたいっていう作品っていうよりは、今の世の中をどういうふうにこうテクノロジーで切り開いて見せていくかみたいなところが作品の根幹になってくると思うので、なんていうのかな、そのリミナルな世界、美しいねとかそういうのじゃなくて、リミナルな世界がなぜここに今こう現れて、今何が問題で何が問題じゃなくて、っていうところが何か考えれるような作品になればいいなと思って。そうですね、社会的なメッセージが前面に出なくても、よく海外で日本のアート&テクノロジーの作品をコンペの審査とかでもディスクリプションしないといけないときに、社会的なメッセージがないように取られることが多くて、いや決してそうじゃない、今教えてくださったようにその前面に出てきてないけれども、やっぱりそこには確実にそれがあって、空間からそして表象からそれを感じ取れるように表現しているのだという、それを本当に早期からそのダムタイプが形にしてきている。今回それが非常によく表れている、空間が
マルチバースとかいろんなね今興味が高まってると思うんですけど、空間への興味をすごく喚起させる作品になっているとすごくそれは感じて。そうですね。なんかそのビデオとかで再現できないので、はい、面白い空間なんですよね。はい、なんかそのさっきもちょっと言いかけてうまく表現できないんですけども、はい、そのなんていうのかな、こう展覧会をするようなための空間でもないし、はい、もちろんホワイトキューブじゃないですね。そうなんですよ。あと中と外がつながってるし、廃墟に近いんですよね。なんか言葉は悪いのかもしれないですけども、ディストピア的な魅力がある、そういう空間だったので、それは今回の展示にぴったりはまったって言ったらおかしいですね。はめたというか、ダムタイプのありようにすごく、合致している空間ですね。その空間をやっぱり体験する非常に貴重な機会、映像だけでも。あとはそのベルニサージュ TV とかですね、ちょっと記録映像は事前に拝見したんですけど、やっぱりご自身のダムタイプによる映像で拝見するのが一番分かったというか、作品の真髄に近いなと思うのが、もっとこうそのスキャニングされているようなレンジセンサー的な映像に映ってしまうんですよね。だから今の映像で拝見すると本当にドットがパーティクルの美しさで、交互に白い雲のような映像と、それから赤いレーザーが交互に現れる。で視線で追いかけようとすると逃げてしまうみたいな、こうなんか私なんかは朝目覚めると、今の子はそういうこうなんていうか経験ないかもしれないけど、雨戸が閉まっててそこに節穴があって、外の風景がピンホール状にこう室内に映って揺れてる。で外で木漏れ日があって風が吹くと室内の映像も揺れる。だから下のボイドのところを開花を人がバーッと走る瞬間がありましたよね。それもやっぱり窓にこう鳥の影がバーって映る時みたいな感じ、全体を外を映している内部、マルチバース的な空間を感じたんですが、それが全くその今拝見するまでその既存の映像からは伝わってこなかった。レーザーとかやっぱりそういうものがあるので、つぶやきとか音とか会場の匂いとか、あとは空間にいろんな埃が浮かんでる、そこにレーザーが当たって光るその感じ、あと会場の中に他の人が立ってると音の響きも変わりますよね。そういうその空気の震えみたいなものをなかなかやっぱり現地に行かないと体験できない貴重なサイトスペシフィックな作品なんだなっていうのが。そうですね。なんか作ってる時にこれはメンバーとも話してたし、坂本さんともしてたんですけども、作っている時に特に思ったのはやはりその何年前だったかな、なんか京都で坂本さんと茶室に行った時に、大徳寺の真珠庵さんに行った時に、その今真珠庵さんの話を思い出したのは、その真珠庵さんってあれ寺で天井に屋根とか障子とかに穴が開いてて、月明かりがこうその穴を通して真珠のように真珠を散らしたように美しいっていう、そのあれ寺があれ寺がっていうことでそういう名前がついてるらしいんです。一休さんの。そうですそうです。でだからその今言ってられたようにその穴から通して、でその茶室に行った時にね、本当に障子とか日本の壁のシステムって本当に薄くて外を感じれるんですね。でそこで我々が入ってる時に大雨になったんですよ。そしたらすっごい雨の音が実際にガラス張りで、ガラス張りとか窓が開いたままその直接見てるよりも外の世界をすごく感じたんですね。外を余計にその限られた情報の中からもっと得ようとするっていうか頭が、だからこう外をよく観察するためには情報を限った方がいいんじゃないかっていうか、そのある程度ね、そういう意味で今回もかなり情報が限られてるんですね。その5本しかないレーザーと、1つの LED でその直線上に水平線上に1つの情報が流れていて、あとは本当に天井から差し込んでくる細々とした光が移ろっていく中で、空間の中の明るさが変わっていくっていうのと、だから外っていうかな、いろんなネットとかを通した情報がどういうふうに自分たちのこう環境を形作ってるかっていうのを
考えていく何かになれば面白いかなとは思いながら作ってました。本当にそういう意味ではこの空間を体験することで私はそういう目を覚ました瞬間のことを想起したんですけど、いろんな方がちょっと短い時間だけ滞在する人、長く滞在する人、その時間軸のある体験としていろんなものをこう想起すると思うんですよね。そういうものをこうイマジネーションというかそのインスパイアするための触媒になるような空間っていうのは本当にアーティストの作品として本質を、はい、ありがとうございます。表現しているというふうに感じましたね。そうですね。なんかこうベニスビエンナーレってオープニングの時にこう皆さんその忙しいんですね。バタバタしている日本もいっぱいそのパビリオンがあるので、そうです、これに行ってあれに行ってってやらないといけないから全てを見ないといけないからホルダーに入れて次に行くみたいな。だから、我々の展示ってこんな感じでそのなんていうのかな、こうキャッチーじゃないという大変な言い方なんですけども、そのパッと見てすぐ理解できるっていう感じじゃないので、その感じようとして何かじっと見てもらわないとわからないので、まあ音楽を見に行くような感覚、聴きに行く、だからコンサートを聴きに行くように見てもらったら、例えば40分とか50分じっと聴いてたら、ああこういう変化なのかとかっていうような中で分かってくるような、なんていうのかな、今のそのツイッターみたいな短い情報で瞬間人的なね、瞬間的に理解して次っていう処理していくっていうのとは違う、なんていうのかな、鑑賞の仕方を敷いてるなとは思いながら作ってます。いいことですよ。今現代美術の作品とか、展覧会の作品を見てお客さんが足を止める長さって平均17秒っていう、そういうアート作品もありましたぐらいなので、もう瞬間瞬間なんですよね。だけど瞬間の積み重ねが永遠につながっているので、坂本さんの曲が1時間ぐらい、サウンドが1時間ぐらいっていうことがあるのかもしれないけれども、ひとときここに1時間ずっと足を止めて体験していってこう移ろう空間を味わう、そういう作品のあり方。なんかそのサウンドトラックを送ってもらった時にみんなで聴きながら、だから一本の映画のように始まりがあってずっとつながっていくっていうのが、なんていうのかな、ああこういう最初はねインスタレーションっぽくないとはパッと思ったんですね。そのっていうのが、それは1時間も見ないといけない作品っていうのは、今の人は時間拘束されるのは嫌ですね。でもよく考えたらインスタレーションっぽい音ってなんだろうと思って、だからそういう意味ではこれをインスタレーションっぽい音として扱って作り込めばいいんだっていうので、今回は音ドリブンなところもあった。場所ドリブンで音ドリブン、いつも場所ドリブンですよね。外国に行ってアート&テクノロジーの展覧会をやる、こう見に行ってアウェーでこう仕事するときは電源はとか照明はとか場はどうなってるかっていうことで、作品がどんどん決まっていくようなところもありますよね。だけど非常に今回の成り立ちはそういう意味では本質的な必然性のある成り立ちの仕方ですね。その四角い穴があったのは本当に、なんていうのかな、すごい偶然というか、今度は無重力でもなくボイ力としてっていうことですね。浮遊感とか無重力のこう表現で、ボヤージュの時はすごく印象的で、2020の時もそうでしたね。坂本さんは個展見に来てくださった時に一番好きな音は雨の音だっておっしゃってましたよね。そうですね。今回も雨の音から始まってました。で、その音、非常に。で、それ以外にその浜くんであるとか、古舘くんとかが作ってくれたその音のパートがあったり、映像のパートがあったりするので、そういうものがこう組み合わせながらやっぱりダムタイプとして全員で作ってるっていうような作品ですね。やっぱり私たちすごく大きな流れの中にいて、こうダムタイプも一つの細胞体の集合体として新陳代謝をこう繰り返しながらずっと進んでいる、旅しているんだなというふうに思いますね。そうですね。なんかその84年に作られたグループなので、なんていうのかな、もうおじいさんがやってるそのメディアアートなのかっていう感じがあると思いますけど、そういう意味ではどんどん新陳代謝して入れ替わっていってるっていうかな。でももちろんそのなんていうのかな、こうちょっと古臭いところもあったりとか、
例えば坂本さんがその1時間の音を作ってきたのに対してそのリアルタイムのジェネラティブなプログラムを書いてる彼らがどういうふうに反応してっていうようなところで、はい、こうそういうところがうまくつながっていくと面白いかなと思ってます突然ね。変異電子みたいな感じのこう要素がパッと入ってくるとまた活性化したりっていうような、そういうやり方でそのシアタープレイも映像もインスタレーションも展開してこられたんですね。本当にその流れの延長線上にあるっていう結実を見た気がいたします。はい、やっぱりパノラマ、空間の捉え方もいつもパノラマって言ったらホリゾンタルなパノラマですけど、ダムタイプの場合こうバーティカルなパノラマもあって、はい、ボヤージュのインスタレーションの時とかもそうでしたかね。こういう方向の、今回すごく上と下にこう抜けるところがあって、空間もすごく外を意識されるような形になっているというのがより広がりがあるので、見る人にすごくこうインスパイアするところがあるんだと思います。周りの様子とか現地の反応っていかがでしたか？そうですね。なのでね、はい、そのさっき言ったみたいにその若い人で座り込んで1時間聞いてる人もいれば、はい、パッと覗いてキョロキョロっとして2、3個ワードをピックアップした感じで、はい、あーっていう感じで帰っていかれる人もいますし、はい、なんかやっぱりそれぞれだなとは思いましたね。そのあたりも結構織り込み済みですよね。パッと見て次に行く人とかがいても、はい、もうそれはもうね、なんか作品ってなんていうのかな、こうアーティストが全部作ってしまうことはできないと思ってるんですね。はい、そのお客さんっていうかな、見に来た人がの中にあるものしか絶対引っ張り出せないと思ってるんですね、僕は。なのでそのある程度引っかかりっていうかな、フックはいっぱい用意しているので、どれに引っかかるかっていうのはそれぞれだと思うんですけども、なので印象はいろいろ違うと思います、見る人によって。でそういういろんな捉え方ができる作品がいいなとは僕は思ってますけどね。いろんなものから本当に遠距離にいつも作ってらっしゃいますよね。私は最初拝見したのは89年の黒澤美香さんとのナットクラッカー、ナットクラッカー、はい、青山円形劇場で、やっぱり時すごい衝撃的なシアタープレイだなっていうのがあって、その後は PH をスパイラルで、時もああいうふうに時代、没入的に大きい映像を投影して、その中に身体がダイブしていくみたいな、ああいうことができる人たちはいなかったですね。だからどうなんでしょうね。誰とは言わないんですけど、その東京のアーティストたちはみんな勝手にダムタイプをライバル視して、どうやってやってるんだろうどうやってやってるんだろう、で仕組みを知りたい。今日すごくその構造まずご説明いただいたんですけど、それやっぱりダムタイプにとっては、作品にとってはすごく重要なこと、みんなやっぱりその部分があってこの空間が成立してるっていうのを感じ取れるんだと思うんですよね。はい、本当はね、もうちょっとうまく説明できればいいんですけども、非常に現場に行って、何も聞かない状態で作品だけ見てもわからないことを作家から聞けるっていう非常に贅沢な時間になっています。少しやっぱり場というお題が出て、こういうふうに解決されたっていうこともお聞きしたんですけど、作品の成立のための、メイキングじゃないですけど、現代美術館での個展の時も本当立ち上がって終わるまで古舘さんや浜さんやいろんな方々にお世話になったメンバーの方々も含めて、今回も作品成立、現場入りしてっていうところとか、そういうことをちょっとだけお聞かせいただけたらと思うんですけれども、作品についてまた最後にお聞きするとして、こういう空間がやっぱりどうやって成立しているかっていう実相の尊さみたいなものも今のお客さんはちゃんとやっぱ感じ取ってくれるっていうところがあって、ここをお聞きしたいですね。何月ぐらいに現場に行かれた感じですか？実際に現場に入ったのは4月の何日でしたっけ？もう4月の頭ですね。1日。4月の頭から現場に入って、3月の終わりやね。3月、会期が4月からだから。3月30とか31とかに入って、で古舘君が1、2日後から。そうですね。でそれぐらいに入って。
て、でその時は、もう今はもう夏になったので随分現場も暖かくてで、もう現場からもう部屋が暑いんで冷房入れますみたいな連絡も来てますけれども、でもその時はまだちょうどそのヨーロッパも今年すごい寒いみたいで、で入った時ももうすごい寒くてもう真冬の格好で入ってきてで、この建物もうコンクリートでもう箱になっててで上と下と空いててみたいな感じなんで、その外が仮に日が差して暖かくなったりしても中もう洞窟みたいに寒いんですよね。暗いしみたいな。むちゃくちゃ寒いし暗いしみたいなところで、魂の修行ですね。でそういうところで、その中で壁を立てて、ガラスをはめて。でそれと並行して日本から持ってきたそのエレクトロニックその電子機器ですよね、電子機器類を組み立てて、並べて、全くもってアウェーの試合ですね。そうですね。古舘さんは海外でそういうのをねたくさんやってらっしゃるけれども、ありとあらゆるところでハンダ付けしてきましたけどね。それでも厳しいみたいな感じでした。そうですね。でこの作品の場合その鏡が立ってて。でそこにこうレーザーが当たっていて、でその反射したレーザーが壁にこうぐるりと出るんですよね。で実際にその日本では、スタジオでもってそれを仮に組んでこうやって出すんですけど、出せてもそれ、今実際この現場では4本そのレーザーが立ってるんですけど、スタジオで試したのが1本ずつしか試せないわけですよ。そんなにこんな広い空間ないんで。大体そんな感じですよね。そうですね。でそれで実際にそれを現場でこう4本組み合わせてで実際に全部4本同時に動くっていうのは本当に現場でいろんなものがセットアップされてようやくそこで動くみたいな。もうメディアアートあるあるですね。そうなんですよね。だから本当に結構設営実際3週間ぐらい現場でやってたわけなんですけど、やっぱりそんだけ時間が必要だったっていうのはやっぱりそこで組み立て始めてでそこで初めて全貌が分かる、それまでに実際に僕らと一緒にダムタイプでやってる白木っていうのが、CG でシミュレーターみたいのを作ってでそれでどんな風になるのかなみたいのを実際に 3D のモデルの中で見たりはしたんですけど、でもそれでも実際にやっぱり自分の目でもってその場の明るさで見るっていうのがこの図は分かりやすいですね。その明るさで見るっていうのが本当にもうそこで初めてだったんですよね。で実際にその音をそこで鳴らしてみて本当にこういう風になるんだっていうのがなんかアーティストとしてちょっとなんて言うんでしょうね。ある程度確信を持ってそこに現場に臨むわけではあるんですけど、それでもやっぱりその空間やっぱり見た時には予想以外のものもそこに当然存在してくるわけで、そこでその全体を見て初めて音を通して聞きつつその映像の作り込みみたいなことをやっていくわけですよね。やっぱり瞬発力がすごくね必要とされるシアタープレイとかでもそうですよね。ボヤージュとかも何十カ国も回ってやっぱこう行った先でいろんな困難が待ち受けてるわけですけど、それをね解決して実装してもうパフォーマンスにこぎつけるわけですから、こう造形的な作品も同じですね。非常に興味深くお聞きしてます。シミュレーターこれ現実かシミュレーターかわからないみたいなすごい仕上がりってさっきそうですね。交互に出すとわからないっていう。なんかこれ3D のゲーム作るためのソフトウェアみたいなものに3D モデル読み込ませて、でそれでその中にゲームエンジンゲーム作るようなもんなんで、で実際に展示で使ってるようなもんっていうのもプログラムとして作ってで実際にその空間の中に置いてみるみたいなことができるように白木君が作ってくれたんですね。やっぱりコーディングとエンジニアリング両方できるっていうのはダムタイプの強みだなって、いろんな方がいろんなメンバーが遠距離にコラボレーションされて。そうですね。確かに僕が参加したのが2014年のメモランダム・オブ・ボヤージュっていう横長の映像の作品作る時で、高谷さん自身個人とはその前からも一緒に仕事はしてたんですけど、ダムタイプとしてやり始めたのはその頃からで、僕以前にもちゃんとプログラム書く人みたいな人はいたんだとは、いたことはいたんですけれども、なんかこういうふうによりプログラムオリエンテッドなこういうなんかある種生成的な要素を使ったことをやり始めたのは僕らが関わり始めてからが顕著なのかもしれないですね。
本当にそうだと思います。なんていうのかな、こうそれまでももちろんコンピューターは使ってましたし、でもいわゆるなんていうのかな、工場でこう機械をロボットをコントロールするようにコンピューターを使ってたの、制御するための道具だったのが、古舘君とか天君とか、白木君とかが入ってきて、今度は表現のツールとしての、プログラムになってくるので、今度は、さっきちょっと古舘君が言ってた行ってから組み立って立ち上がってから、実際にプログラムを走らせてみて、で様子を見てもう一度、どういうふうにこう見えるのか、こう見えるならこうしようとかっていうようなところにすごく時間がいるのと、なぜそれがそこに時間がいるかっていうと、そこで初めてそのプログラマーじゃない我々とかプログラマー自身もそのどうなるかが分かってなくて、実際にリアルに移した時にそうなると、でそれをもう一度フィードバックしてプログラマーと今度はその僕は別にその全部指揮してるわけじゃないですけども、こうしようとかもうちょっと字を長く出そうとか、この表現ではダメだねっていうのが現場でしかできないっていうか、そこでなんていうのかな、時間がかかっちゃうんですよね。ちょっとしたことでね、やっぱりグッとくるかグッとこないかみたいなところ、そうなんです。でそれはね本当に見ないとわからないんですよ。だからこのプログラムでこうやって見てるけども、これ実際にはこれシミュレーターでやってるのは壁にその映したらこうなるだろうっていうのを映像として貼り付けてるんですね。なので実際のさっきちょっと見てもらってた図面でやってたように回転して映してるので、角度が変わるとすっごく伸びたりする部分が、だから変わるんです、そこが面白いっちゃ面白いんですけど、悪いことばっかじゃないですね。そうですね。なのでそういうのは現場じゃないともうわからないっていうか、非常によくわかります。だから公立美術館なんかだと絵画や彫刻の展覧会は会期の始まりと終わりで作品が変わってしまうっていうのはありえないとかっていう話なんですけど、もう35年ぐらい経ってようやくこう普通になってきたかなって、昔はよく怒られました。だからこうなんか生成されて成立するような作品がごく普通になってきたのですが、それは非常に早い時期からダムタイプが非常に遠距離にみんなでこう生成して作っていくっていう感じのその作品の成立を旨としていたっていうのと非常にシンクロするなっていうふうに思うんですよね。なのでシミュレーターがあるっていうのは今回、一つのターニングポイント、ダムタイプの中でも個展の前後やっぱり35周年で少しシンギュラーポイントだったかもしれないんですけれども、少しずつそれ以降も変容し続けているという感じですね。回転体ステッピングモーターみたいな。違いますね。今回はコアレスモーター。コアレスモーター。なんかステッピングモーターでやってたんですけど、モットの時とか、それは回転が正確なので、すごく制御しやすかったんですけど、音がね、パルス音がすごいので、でそれをどうやってなくすかっていうので、今回コアレスモーターとエンコーダー使ってっていうのが、白木君がこうトライしてくれた最も大きなポイントで、むっちゃ静かなんです。ステッピングモーターってどっちかっていうとこうエンジニアリング時代、エンジニアリングアート時代の感じですけど、そのシャッターの代わりをね、アニメーションなんかではするっていうのがあるんですけど、そういうところ非常に今のお客さんもちゃんとやっぱ見てていろんなこうフィードバックがあるなっていうふうに思うんです。床のこのパターンとかね、こういうものも実際床が石だっていうことのアゲンストさとか、いろんな空間のその悪いことばっかりじゃないけど特性みたいなものがシミュレーションと実地のその差がまた集中力を必要とするクリエーションにつながるっていうことをですね、浜さんにも個展では非常にお世話になりましたけど、個展の時浜さんちのお子がこうpH の装置の下にこう入ってスキャニングされるとかね、いろんなこう体験の仕方を、ダムタイプの場合作品の体験の仕方をいろんなふうにそのお客さんがこう変えていくっていうものもあって、それも魅力の一つだなと思うんですけれど、今回は本当に空間の中に没入していただいて、こうひたすらこうその空間を味わうという形の方が多かったっていう感じですか。音ね、いや難しかったね、音ね。そうですね。最初に入ってみんな行くのはやっぱり
床の穴なんですよ。はいで穴の方に見て視覚的に支配されてますね。そうなんですよまだ網膜的ですね。要するに、部屋の中心にこうガーって集まって、はい、でその周りの4つのコーナーにあるそのレーザーとかにこう、一番真ん中で囲まれてるわけですよね。でっていう状態が一番最初に始まって、はい、っていう形かな。穴に興味を惹かれてこう行って最後にこう音をこう味わい始めるって感じですね。で、そこがもちろんその8個のスピーカーの中心なんで一番実はその音の表現的にもやりやすいというか、いい位置なんですけど、その4つの調子構成スピーカーは割とそのどこにいようが関係ないというか、はい、中心だろうが離れていようがその部屋の真ん中がスイートスポットじゃなくて、そのスピーカーが向いた瞬間のところがスイートスポットになるし、はい、あるいは壁にこうバーっていくと本当にそこからさっき茶室の話されてましたけど、はい、そこが音の窓になってというか音源が音の源がこう移動しているように聞こえるんですね。音像がどこに構成されるかで本当に全然聞こえ方が変わるっていうのは劇的ですよね。コントロールできたり、はい、グラニュラーシンセシスとやらですか？違います。それは違う。そうですね。調子構成スピーカー、パラメトリックスピーカーを使ったもので、それは本当になんていうかスピーカーとスピーカーの間の音量差とか位相差でこう音を動かすっていう、そのなんていうのかな。位相が変わる。バーチャルなパンニングじゃなくて、本当になんか。そこに音を反射させることでそこから音が聞こえてくるっていうような形なんで、基本的にもう音源が動いているように聞こえる。普通になんか音を移動させようと思うと2つのスピーカーがあって、その間を音量を変えて音が動いているように聞かすみたいなことが一般的ではあるんですけど、僕らのパラメトリックスピーカーを使えばすごい指向性が高い、要はまっすぐいったここしか聞こえないみたいなことになるんで、でそれが壁に当たるとその壁のところで音が拡散して本当にそこで音が鳴ってるみたいに聞こえるんですね。なんかホロフォニックな感じをさらに突き進めたって感じですかね。コントロールがもっと自在になったっていう感じなんですかね。もう根本的にその2つのスピーカーでバーチャルに音を動かすのとは根本的に違う体験が作れる。なんか物的になるんですよね。なんか物質としての音みたいな。もうなんか手を叩いてる人がこう動いていくみたいなことができる。あとそのスピーカーからこうコシコシコシってこう声が喋ってたら、本当にこっち向いてない時は聞こえないんですけど、バーって通り過ぎる時だけブワーって耳の中にこう入ってきたかのように、頭の中で聞こえるようなことも、そう体を触られるような感覚がするんですよね。でなんかそういうなんていうのオブジェクティブな表現の要素っていうのがあるかなっていう。攻める表現ですね。レーザーもそういう感じがあるっていうかね、そこで本当に回転してるものがあって、ちょっと離れたところに5本のレーザーの線がピーって出てて、でそれが反射することでこうなんていうか、テレビみたいにこう周りにピクセルがダーって出てくるんですけど、そのピクセルだけを見てると気づかないんですけど、気づかないっていうかなんていうか、もうよく見慣れたLED の掲示板だったりもするんだけど、パッて気づくとそれが実際に物から出てるっていうか、そういう感じがバッて気づく時が、なんていうのかな、面白いなって僕は思う。もっとこう単調なジェニー・ホルツァーみたいなものにパッてこう視覚的にね捉えちゃう人がいる感じがするんですけど、全然違うっていうのが今のお話でも今日の映像でもすごく感じ取れましたね。そうですね。なんかさっきの高谷さんの話で、僕らプログラムかける人が入ってコンピューターがつながるツールではなくて機械ではなくてクリエーションの道具になったみたいな話があるんですけど、逆に僕らからするとコンピューターで中でいくら何か作ったりしてもやっぱりそれ画面の中だとか、プロジェクションで出した時にもやっぱりもうそこはなんて言うんでしょうね、すごいバーチャルなものなんですよね。でそういうものに対してなんかこうモーターがフィジカルに回ってるとか、なんかそういうようなことはむしろすごい新鮮だし、すごいそれは作っててもむちゃくちゃ面白いんですよね。コンピューターの中だともうなんかいくら難しいものを書いても自分に危害は絶対に加えられない。ただなんか実際モーターが回ったりすると指出したりするとガラスが割れたりするわけですよね。もちろん物理的な現象です。場合によっては人が死んだりするみたいな、そういうスリルがある、物理的なものを触っていると
非常に危険な実験もされてますとか視覚的な実験とか非常に頼もしいですね。いろんな前衛的なラジカルな実験がなんかでもチーム内で今聞いてて思ったんですけど、はい、本当にビデオアートの初期、はい、なんかモニターの中で起こってることって、例えばタイプライター燃やそうが、はい、結局ははい、燃えてる映像なので、はい、現象じゃないので、こっちは燃えてるなと思うだけじゃ、燃えてるっていう言葉とそんなに変わらないっていうかな、情報なんだけど、今言ってたのはまさにそういうことで、現象としてどうやってアウトプットするかっていうところですよね。外在化のね手段としていろんなやり方があるけれども、やっぱその外在化するっていうところが私は非常に大事だと思っていて、そのテキストで言説とかねコンセプトを語り尽くせる作品っていうよりは、やっぱり外在化して現象として私たちが空間を共有できたり体験できる作品を体験していたいなと、見つめていたいなというふうに思うんですよね。今回の作品は本当にまさしくそのようになってたと思いますし、お客さんのその体験時間それぞれ違ったと思うんですけれど、違うものを受け取って、その記憶、時と空間の記憶っていう形で共有されたと思いますね。はい、本当に移り変わっていく空間、魅力、それから作品の成り立ちもどんどん変わっていくわけですけれど、次に目指すようなところ、今回実験できなかったっていうようなところ何かございましたか？もっとこれやりたかったのにっていう、今回はここまでにしておいたとか、そういうでもそういう意味ではこのシステムができて、もうやっとなんとかオープニングに間に合ったっていうのかな、できたっていうところなので、はい、ここからここをブラッシュアップしていくのは面白い部分ではありますよね。そうですね、はい、やっぱりいろいろ言っても毎回印象が全然違う作品をね、はい、もう本当に切り口違う感じで発表し続けてこられましたけれど、そのボヤージュの後ボヤージュの後はすごく旅を空間的な周波数を変えながら旅を続けていらっしゃる感じがすごくするんですよね。だから、次来てこの後どうなるのかなっていうのは非常に楽しみだな。空間の想定員みたいなもの、想定員非常に面白い、そうですね。だからここで成立するようにここにぴったりで作っちゃってますけど、はい、じゃあこの作品はここでしかできないのかっていうと、また次展示するわけなので、はい、保存と再現ですね。はい、で、なると今度はそれをどういう形でこれのコアになる部分はどこでっていう、どこを残してどこをどうするかで、どういうふうに読ませていくのかで、テキストはこのままでいいのかとか、そういうことも含めて、はい、なんていうのかな、例えばビデオができて一番最初にカタカナの「イ」が遅れたっていうテレビ紹介のあれですね、高柳式ですね。いうので、はい、っていうところなんですよね今ね。だからここからどうやって作品としてのなんていうかクオリティっていうかな、この技術にぴったりの表現にもっと追い込んでいくかっていうのが面白いところのような。70周年を迎える日本館で実験をはい、なるほど、すごくはい面白い。いや実験ってこれはこの形の結果なんですけどね、一つの完成形なりはベストは尽くしましたよ。はい、やっぱり現代美術館での個展ってある意味35年を振り返って作品が全部入りだで、ご本人たちは最初嫌がってらっしゃいましたけど、その年表を出す。すごいダムタイプらしいグリッドのある5番表みたいな年表になって素晴らしいって思ったんですけど、12メートルぐらいある、はい、でそこにやっぱりプロップとかいろんなものを展示する、それもやっぱりっておっしゃってたと思うんですけどでもそれは非常に重要なことで、はいはい、生遺物としてやっぱり残していくっていうやり方が一方にねあって、ものとして残っていくっていうのがあって、今おっしゃったように途中まで会期の途中まで古橋さんのラバーズを、はい、94年私も見ましたけれど、オリジナルをもう一回再現する形で展示され、10メートル角の空間がラバーズが作品に帰っていった後に新作を発表する、だからそれをちょっと考えていただく時間というのがあったわけですよね。はい、でそれで日本館と同じ床にボイドがある構造に見える。トレースリアクト2、はい、新しく作っていただいたんですね。現代美術館のパーマネントコレクションにさせていただいたんですが、やっぱり非常に今アート&テクノロジー作品のそのアーカイブについては
課題としてみんなが取り組んでくれているというのでありがたいんですけれど、作家存命のうちにそのどの部分を本質として流れていくのか、プログラムが変わってもいいのか、外在化の手段としての表彰はどこまで変わっていいのかとかですね、いろんなことがディスカッションされていかないと次の世代に継承されていかないっていう、そこも非常に気になる問題提起をするような作品群が再現されて展開されてたと思うんですよね。はい、そうですね。なんかでもその部分で言うと作家がその保存とかそういうことは僕たちそういうプログラムでいろいろラバーズの保存のこととかそういうのをやってすごくそれはね自分たちにとってももう一度整理し直すという意味では面白かったんですけども、でもそれよりはこうやって新しい作品を作って、じゃあこれをどうやって保存するかっていうのはやっぱり美術館の人とか、そういう人たちに考えていってほしいなとは思いますね。ようやく意識的にね、そういうふうに保存していくものなんだっていう意識高まってきたところだと思うので、方法論をこれからねどうやって「How」っていう部分を幸いにして今対話できますからフィードバックを得つつ考えていかないといけないところで、作家によってみんな違いますよね。ここの部分は残したい、モニターは取り替えてもいい、本質はここだ、いやモニターもビデオ彫刻なんだからダメだ、そういう形で進んでいくアーティストが参加されたってことで70周年を迎えて、今回やっぱりベネチア・ビエンナーレ自体も一つの得意点を迎えたんじゃないのかなというふうに思いますね。私はいつも7がつく年にベネチアに行くんですけど、それはなぜかというと芸術直列というか惑星直列じゃなくて芸術直列が起こるからベネチア・ビエンナーレとドキュメンタとミュンスターと、毎年やってますけど、アルス・エレクトロニカがあるからっていうことなんですけど、コロナで1年ずれて、今年はドキュメンタとベネチア両方見れます。アルス・エレクトロニカもやってますよね。でそしてフィールドサウンドのことで坂本さんが取り組んでくださったサウンドを共通している展覧会がミュンヘンでも行われてますね。そうなんですよ。だからもともとは坂本さんに音楽、ダムタイプのメンバーになってくださいと言った時に東京都現代美術館でそのプレイバックのインスタレーションを見てられたので、じゃあこのレコードをまず一緒に作りましょうかっていうプレイバックのレコードを作ろうかっていう話は出たんですね。でもそれと、ベニスビエンナーレは新作で行こうってダムタイプ的には決めていたっていうかな、その基本的には。で、話は進んでたんですけども、なので、その中でハウス・デル・クンストでそういう、今プレイバックの展示用に、世界中から録音してきた世界のいろんな街から録音してきたフィールドレコーディングの素材のレコードを作ってもらったっていうことと、今回のその地理とかそういうものとの関係でこれはつながるなと思ったんですね、今回の作品の中に。なので音の素材として使わせてもらってるっていうかな。同時多発的にダムタイプの作品を体験できる貴重な機会だということです。なんかねずるずるとつながってるんですよね、ダムタイプの作ってるものってね。細胞体だからそれは自然な。本当にいろいろとお尋ねしたいの山々なんですが、そろそろ質疑の時間になってまいりまして、いくつか質問いただいております。もうすでに話題に上ったこともあるかもしれないんですが、ぜひお尋ねしたいと思っております。まずは、渡航も簡単ではないと、下見やその前乗りでロケハンもなかなかできなかった空間を生かしたインスタレーションを作る上でどんな困難がありましたか。先ほどちょろっとやっぱりお話しいただきましたけれども、もう少し予想外というか想定外だったことはありますかっていうお尋ねなので、もう少しお尋ねできたらと思います。まずさっき言ったみたいにやっぱり実際に置いてみないと分かんなかった部分っていうのがまず一つ、本質的なところはありますし、あと現場に行ってなんかどうにかしようとして結局どうにもできなかったというか、やれなかった部分としてはその光ですよね。なんかやっぱり上と下と空いてて、で基本外光なんでしょう、外光が入ってくるんですよ、上から。でそれをどれぐらい明るいかとかどれぐらい暗いかみたいなのがやっぱりそれは行ってみなきゃ分かんなかったことではあるんですね。
でそこでなんかその結局上のドカンって開いてる穴にこう板かぶせて隙間から光が入ってくるみたいな風にしたんですけど、はい、それをなんか開閉したりできたりするといいねみたいなこととかはやっぱり現場に行ってから出てきたアイデアで、はいまあやっぱり現場に入ってからだとやっぱりもうその機材が揃わなかったりでそれできなかったりもしたんですけどね。はい、そうですね。うん最初この、ベネチアのインスタレーションを作ろうっていう時にみんなで図面を見ながらね、下の穴を利用してそのエクリプスじゃないですけど、はい、外から入ってくる光か中から発してるかは別として、その光を使ったこうずれていく振り子のようななんかシステムで何かできないかって、それは下に対して思ってたんですね。でもよく考えたら上でできたんだそれはっていうのが言ってから、だから上のその隙間をもっとメカニカルにコントロールできれば、はい、なんていうのかな、いろいろやってもらってる時にその隙間を塞いでもらってる時に下に見ててもうちょっと開けてとかって言ってるとガッて開けたりするとうわーって明るくなるんですね。はいはい、であんなちっちゃな窓なのに、半分ぐらい開けると本当にもう映像っていうかレーザーが見えないぐらい明るくなるっていうかな、だからこれは面白いなと思ったんですね。でもそれはやっぱりそこの場に行かないと無理だ。マツアンテクノロジーの作品ではやっぱり光の要素ってものすごく大きいですよね。音もそうですけど。そうなんですよ。でもそういう意味ではこういう空間だからこういう作品になりましたけども、これその下のハーフミラーの穴の中を覗き込んだところなんですけど、これ天井が映ってるんですね。はい、無限反射。はい、天井の、穴の真ん中に黒い板を乗せて隙間これだけ光が入ってるだけなんですね。なのでそれでこんだけ明るいっていう、そんな状態なんです。めちゃくちゃ太陽やっぱり明るいです。マさんはいかがでしたか。予想外な展開で。まあそのなんか現地でガラスが来るのが遅かったって発注してたガラスがまあ要するにイタリア時間っていうなんていうのかな、もっとなんていうかこれちょっと黒が入ったハーフミラーなんですけど、はい、もっとなんていうか本当にいわゆるなんていうかな、よく見るような本当こっちは鏡で向こうはから見えるみたいな、はいはい、表面が銀ピカのハーフミラーだと思ってたらちょっと黒いのが来て、でそれもすごい遅く来たんだけど、でもまあそれもいいかなみたいにこれはこれでいいじゃんみたいになった、ギリセーフみたいな感じがあって、まあでも基本はそのなんていうかその図面上でこれを作ったらこうなるよねっていうのは割となんていうか僕とかは全然想像できないんですけど、高谷さんとかは割と舞台とかって結構難しいじゃないですか。その舞台でやられてる経験が多いので、図面描いてここにこう置いたらこうなるはずだっていうそのなんていうの頭の中のシミュレーションがそうですよね、頭の中でこう想像できてるっていうのが強いなっていうのは僕はちょっとそこが結構びっくりしましたね。これね面白かったのが完全にシンメトリーな建物じゃないですか、日本館って、なので中央にこう鏡のチューブがあるとここにこれ映ってるの手前のやつが映ってるんですね、でもつながって見えるんですよ、だからないようにも見えるんですね、でここもこうつながってるように見えるんだけどこれはこっち側のが映ってるんだけど、だからそれがねだから人が歩いていったりすると、さっき映像で映ってた上から見てるのは完全にスッてパスしていきますけど、これだと急に消えたりとか急に現れたりするのが結構面白いなと思って見てましたね。ダムタイプの中ですごくミラーって重要な役割を果たしてますよね。97年ぐらいにアイデアルコピーさんの個展をした時にどうしてもプロジェクションがうまくいかなくて、表面鏡を使ってないからだよっていう指導を高谷さんたちからいただいたことがありましたけど、今回も鏡の扱い、ちょっと予想外のところがあったとしても空間の演出としてすごくねやっぱ結果副次的な効果がそれなんて言うんでしたっけ、いい感じで出てますね。面白かったですよ。でもその確かにすごく作業自身は遅れて鏡が来るのは遅れたんですけども、でもやってる人たちは本当に来たら本気でやってるっていうかな、すごい丁寧にやってくれてすごい面白かったです。なんかそのやってる作業中に
もう入れ墨だらけのそのガラス職人さんがなんかバーって僕のところに来て、これはこれは爆心地だから、グラウンドゼロだって言うんですね。でなんかすっごいいっぱい喋ってくるんだけどそうなんですよ。なんかすごくね、なんていうのかな、こう面白いと思ったことにはすごい集中してくれるっていうか、そういうやり取りからね、次のね生まれる、なんかそういうのって面白いなと思いますね。現地についてから開発しようとされてるっていう強胆な感じがよくわかります。駆け足であと2つございますが、2022というタイトルですが、コロナのほかにロシアやウクライナとのお話が作品に与えた影響はあるのでしょうかと。作品コンセプトは今の状況の前に出来上がってたんでしょうか、という質問です。そうですね。コンセプト自身は前に出来上がっていたので、わざわざそのウクライナの問題であるとかをその作品の中に取り込もうと思ったわけじゃないんですけども、でもダイレクトすぎますね。でも地球のことを扱っているという意味では、で国っていうものをどういうふうに、誰がどういうふうに分けたのかとかっていう話をするあたりは、もう本当に今なんていうかな、宇宙人から地球って何なの、どうやって分けたのって言われた時にどう答えていいかっていうのは、やっぱりみんながそれぞれ考えないといけない質問だなとは思いましたね。もうすぐそのアポロ計画に対するアルテミス計画っていうのが発動して、その月は日常だと、火星はフロンティアだってなるときに、宇宙には国境がないと言いつついろんなことが起こっている状況ですよね。なので本当にそれを乗り越えるような、その本質的な表現でもって、社会的なソーシャルエンゲージドな感じでダイレクトに出すっていうやり方もありますけれど、そうでない、でもちゃんとしてそういったちゃんとしたそういう本質的な問いっていうのは内包していると、そういうやり方で取り込まれたということですね。ただなんかその向こう側に見えてるこの緑の建物ってこれロシア館なんですよ。でロシア館は今回やってなかったんですけども、なんかそれは直接関係ないんですけども、我々は日本館で、日本人のアーティストだから日本館でやってるような感じっていうのが、なんだかこうやっている間に、僕たちはここにぴったりの作品を作ろうと思ってやっていったので、問題はなかったんですけども、でも作家によってはガラス張りの韓国館でやりたいっていう人もいるかなとか思うんですね、作品によっては。なのでこの国単位のこのなんていうのかな、こうビエンナーレっていうのがもうちょっと何かいろいろこうトライしてもいいのかなという気はしましたね。なんかもっと場所を取り合うじゃないですけど、作品ベースでこの作品だからここでやりましょうとかっていうような作品の本質的な必然性でその展示の場所を選んでいくみたいなことをした方が本当は面白いんじゃないかなという気はしましたね。さすがダムタイプっていう感じがいたしますね。真の平和な世界が訪れたらそれは提案として実現しますね。私なんかはずっとその海沿いのところをこう歩いてジャルディーニまで行って非常に明るい光の中でベネチア・ビエンナーレ日本館を見るというのはとてもこう明るい体験として雨が降ってもすぐ上がってスコールみたいで明るいですよね。なんで非常にこう光の魅力を捉えた作品をどういうふうにその国ごとのパビリオンが料理してるかなっていうのを見るのも非常に楽しみではあるんですけど、もう少しこうシームレスにこう表現の必然性で場所が空間が決まっていくっていうのもコンセプトの一つとして提案として面白いかもしれないということですね。非常に次の10年はそれがね実現するといいですね。3つ目のいただいた質問のうち1つがやっぱり先ほどお話になってたような形で地球を外から見たことがない人がどのように地球を見ていたか、そのプレイバックのレコードもそうですけど、先ほどの1950年代の教科書を選ばれたのはなぜでしょうかっていうさっきのお話ですね。別に1950年代の教科書、アメリカの教科書を選んだ1850年代の教科書を意図的なんていうかな、その時代のを選んだっていうんじゃなくて、それがファーストレッスンインジオグラフィーって書いてあったので、で質問がそういう抽象的なメタ的なね、とてもいい質問だったので、これは面白いなと、それはさっき言ったように
平井優子さんが見つけてきて、面白いなっていう話をして、やっぱりメンバーの中から東京にそうです。そういでう提案パフォーマンスが出てくる。使ったんですね、はいはい、その言葉を。でそれも、穴っていうのが決まって、その後パフォーマンスを作っていく中で出てきた言葉っていうかな、その本だったんですけども、面白いなと思ったので、それを、ボイドっていうものが一緒のようなものが存在してたので、そのままうまく噛み合っていくんじゃないかっていうことで、はいはい、つなげたっていう感じですね。質問がね、教科書の質問が発せられた背景っていうのがね、やっぱり日本だとまだ幕末なんですけど、アメリカはゴールドラッシュなんですよね。でイギリスはグレートエクスポジションをやってる時なんですよね。だから本当にアートとテクノロジーのじゃないですけど、産業革命時、その時期にああいう質問をしている教科書偉大だなっていうふうに思いましたね。なんか太陽が沈む時に目の前に見えてる海は何って、それだけを言うとアメリカでも日本でもどこでも普遍的ですよね。普遍的に、でもモンゴルで聞いたら海って海じゃないよって言われるかもわからないですけど、陸の国だとね、確かにそこはあると思うんですけども、でもその前とか答えを言わなければいろんなことに使えるっていうかな、その地球が丸いっていうことがすごく分かるような質問だなと僕は思ったんですね。そうですね、本当にいい素材、やっぱ、本質的な問いを見つけられたと思います。最後の質問なんですが、先ほどからの話とまたオーバーラップするんですが、ウクライナ侵攻で受け手の方の皆さん、見せ手と作り手と受け手がいると思うんですけど、受け手の皆さんの受け取り方っていうのは変わったように感じられましたでしょうか。また1年の延期でどんな影響がありましたでしょうかという質問でした。まず答えやすいところで1年の延期は作る時間が長くなったので助かりました。先生は全く、はい、現実的にはそうですね。ただなんていうのかな、やっぱりその輸送するのがすごく難しいとか、今物流は本当に大変でしたけどね、だからそういうのを担当してくださってた、メンバーにしろ、その国際交流基金の人にしろ、現地の人にしろ、本当に大変だったと思います。だからそういう中で展示ができたっていうことは本当にすごいなとは思いますけど、なんでしょうね、何が、見た人が変わってるんでもね、なんか印象としては僕たちとしてはこんな時期にやる展覧会で、例えばね、そのプロジェクター何十台も入れて、展示をするっていうことも考えれたんですけども、そういうなんていうのかな、そういうプロジェクターをなんかものすごいスピードで回すっていうアイデアが出てた、ありましたね。危険かつ面白いですね。そういうアイデアもあったんですけども、でもそれよりはもっとこの今のさっき言ったその別にウクライナ侵攻があったから作品を変えたっていうことはないって言いましたけども、でもそこで感じてたのは、あまりなんていうかな、流暢な作品じゃなく、物静かななんかものがほぼない展示にしたいなっていうのは途中から思っていきましたね。なんかあまりこうアトラクティブな、もともとそんな作品は僕作れないですけども、でもアトラクティブなそういう作品じゃなくて、物静かですごくシンプルな、なんていうかな、ものが今なら静かに見てもらえるんじゃないかなという気持ちはありました。ただ開けてみるとやっぱり人それぞれで、そうやって静かに1時間座って見てる人もいれば、今まで通りに情報をゲットしにさっと見て、はい OK って言ってチェックシートに丸を受けて出ていく人ももちろんいるので、そこは全然変わらないんだなと思いました。変わらない人は。でじっくり聞いてる人も今だからじっくり聞いてるのかどうかっていうのは僕には分からないですけどね。
もう少しこうメタ的に引いてみて10年後ぐらいにあの時のあれはあれだったんだなっていうのが分かる、腑に落ちる時も来るかもしれないぐらいの感じですかね。そういう作品になったらいいですよね。本当にね。やっぱり大きな流れの中にあってって最初に申し上げたのは、そういうこの鑑賞の仕方というか体験の仕方ができる創作をずっとしてこられたなというふうに思いますし、今回もやっぱりそれが非常に美しく結実したと思うんですよね。ありがとうございます。はい、やっぱり今どんどんとその世界は広がっているし、逆に狭くもなっているし、でムーンショット計画っていうのが最近スタートしてますよね。どういう計画かというと、人が身体とか脳とか時間の制約から解放された社会を作る、それってなんかマルチバースというかすごいですよね。果たしてそれで幸せなのかっていうのが一番重要かっていう気はするんですけど、なんとなく社会がそういうふうに本当に本気でそういうものをその予算をつけて開発するっていうふうになってきた社会の中で、私たちが今日教えていただいたような空間作品の意図が35年の表現の歴史を拝見してきて、次にダムタイプに見せていただけるものは一体どういうものなのかなって、非常に期待に満ちて見守りたいなというふうに思うわけですが、そろそろ時間になってまいりましたので、最後に一言ずつ、何かいかがでしょうか。そうですね。いや僕はそうですね。本当に今回僕たちよりも若いジェネレーションのプログラマーの人たちと、坂本さんっていう僕たちより1世代上の人たちに入ってもらって、ダムタイプの新しい作品ができたっていうのは、なんていうのかな、ダムタイプのありようとしても一つ次のステップに出れたなと思ってるんですね。なので、だから次、ここからどう展開していくかっていうのがちょっと楽しみだなと思ってます。期待に満ちて見守りたいと思います。古舘さん、浜さんいかがでしょう。そうですね。ダムタイプは高校生ぐらいの頃に知って思い出話みたいになっちゃいますけど、それからいろいろと実際に関わるようになって、ベネチア・ビエンナーレっていう舞台で新作を作ってっていうところまで来れたのは感無量ではあります。はい、はい、そうですね。それでぜひやっぱり実際に目で見てみないと、その実際のこの空間で見てみないと分からない作品ではあると思うんで、今は状況的にまだ難しい部分もあると思いますが、ぜひ行ける方は現地で見ていただければ嬉しいなと、ぜひリアルな体験をしたいですね。浜さんいかがでしょうか。そうですね。そうですね。このダムタイプってグループで作ると穴があってっていうことから始まった時に、穴は一体何として見立てるのかっていうことを誰も共有しないんですよね。この穴はこうやってこういう意味なんだっていうふうに言ったとか、あとはなんで周りに出てくる文字が質問しかないのか答えがないのかっていうのもとかも、別にそれはなぜかは互いには説明し合わないというか、でだから自分たちが受け手でもあって、なんていうか今帰ってきてようやくなんで真ん中に穴があって、で周りは質問だらけでこの四角いキューブの中でやってるのかっていうことだったりとかっていうのをなんていうのかな、後で気づくようになるっていうか、そういう割とさっきの質問に絡めてなんですけど、今の状況とすごい合ってるような作品だなっていうふうに、本当に2022年の今にちょうど響くような作品だなと思っています。なので見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。本当にアーティスト自身の口から作品についてお聞きできる貴重な機会となりました。ぜひ作品は現地に赴いてですね、体験したいと思います。本日そろそろお時間となりましたので、報告会はこの時間で終了なんですけれども、どうも高谷さん、古舘さん、浜さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それではプログラムは以上ですが、最後に国際交流基金の事務局よりお知らせをいただきますので、よろしくお願いいたします。はい、高谷さん、古舘さん、浜さん、それから森山さん、大変貴重で面白いお話をありがとうございました。
一度聞き入っておりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆様も、長い時間でしたけれど興味深いお話を伺えたのかと思います。どうもありがとうございました。私どもの方から2点、お知らせをさせていただきます。まず再三お話がありましたが、この、ダムタイプの、展示の方は、ベネチア・ビエンナーレで今年の11月27日まで、開催されております。機会のある方はぜひお越しください。また、冒頭の塚の、ご挨拶の方からもありましたけれど、ダムタイプのこの展示の帰国展を、日本でも、開催いたします。東京のアーティゾン美術館で、年明けに、開催される予定です。ぜひ、足をお運びください。それからもう一つ、お伝えしたいのがこのベネチア・ビエンナーレについて、70年の歴史がありますがそれをまとめた本が、この度、発刊されました。こちらとなります。見えますでしょうか。こちらの本非常に、日本が、ベネチア・ビエンナーレに参加した歴史をまとめた、充実した内容となっております。結構厚いです。こちらの方も大型の書店ですとかあるいはオンラインで、お求めできますのでぜひ、ご覧になっていただければ幸いです。またベネチア・ビエンナーレの、日本館の、参加、アーティストについては、専門のウェブサイトがございます。ベネチア・ビエンナーレ日本館と検索していただきますと上の方に出てまいりますのでそちらをご覧ください。それでは、視聴者の皆様、それから登壇者の皆様本日はどうもありがとうございました。これにて、終了させていただきます。どうもありがとうございました。